はい、皆さんこんにちは、マジシャンのゆうきです。早速なんですけど、皆さんプロとアマチュアのイカサマ師の違いって分かりますか？今そのイカサマっていう行為自体がいいとか悪いとかっていう話は置いといて、実はほとんどのイカサマ師って言われている人たちは、実はそれと他に自分ね本業の仕事を持ってて、ただちょっと趣味でマジックをやってる人とかが、そういったマジックの知識とか技術を使って、小遣い程度でね、チャンスがあれば友達同士でやるポーカーの中で、ちょっとねイカサマをして勝つっていうぐらいなんですけど、いわゆる本物のプロのイカサマ師、それだけでご飯を食べてるどころか、それで莫大なお金を稼いでるっていうねガチの人たちもいるんですね。でここで一応誤解してほしくないんで言っておくと、もちろんそういった正式な、大会とかカジノとかで、活躍しているプロのギャンブラーの人たちと、イカサマ師、ここでいうイカサマ師っていうのは全然ね違います。そういった正々堂々イカサマとかなしで戦略とか心理学を駆使して、そういったねポーカーの大会とかで勝って、その賞金で生活してる、人たちっていうのはいわゆるねプロのギャンブラーっていうもう立派なね職業なんで、ここでいうイカサマ師とはね全然違うということだけは分かっておいてください。で話を戻すと、ほとんどの人たちがそういったカードのイカサマ師って聞くと、ただカードがなんかめちゃくちゃうまいんやろみたいな感じの印象しかないと思うんですけど、実はほとんどのプロのイカサマ師っていうのは4人ぐらいのチーム制でっていうのが完璧にイカサマを行うには、大きく分けて4つの役割が必要なんですね。でその4つの役割っていうのが、まずメカニック、そして勝ち役で、用心棒、そしてリーダー。そのイカサマのチームっていうのは基本的にこの4つの役割で構成されています。でまず1人目はメカニックというふうに呼ばれる役割なんですけど、日本語に訳すと技術者ですね。実際文字通り一番物理的にイカサマをする人で、こんな感じでね特定のカードをコントロールしたり、そのコントロールしたカードを必要な場所に必要なタイミングで、特定の人にね、これ今ボトムディールっていうテクニックを使ってるんですけど、こんな感じでね配っていったりするっていう役割で、もちろんメカニック以外の他のメンバーもそれのサポート、例えばこんな感じでそのメカニックがつけた、目印のところでカードをこんな感じでカットしたりとか、最低限のね技術っていうのは必要なんですけど、基本的に技術面の難しいところのほとんどはこのメカニックがやってくれるっていうね、いわゆる皆さん一般的に思うザ・イカサマ師っていうのがこのメカニックです。で2つ目の役割が英語で言うとテイクオフマンっていうんですけど、最終的にそのゲームでね、一番最後に勝つっていう役割の人で、この役の人には特に演技力が必要で、っていうのはこの役の人は自分がいつ勝つのかっていうのが分かってるんで、勝った時にねそれが当たり前かのように振る舞ってしまうと、周りからね怪しまれるんで、勝ったらなるべく自然に喜んで、勝つ直前そのゲームの途中も、なるべくねその緊張してる雰囲気みたいなのを出す必要があって、さらにこの役の人は人間性とか性格、勝った時に最後に大勝ちした時に、周りのみんなからねあんまり憎まれにくい、みんなからね好かれやすいタイプの、見た目とかね性格の人が選ばれることが多いです。で3つ目の役割が用心棒、元ボクサーの人とかねこの役割をすることが多いんですけど、そういったホテルの部屋とかでギャンブルをしている場面とかね皆さんの映画とかで見たことあると思うんですけど、ギャングとかマフィアのボスとか、そういったね裏のなんかちょっと怖い人も多いし、どうしてもそういった真剣勝負が行われている場所っていうのはすごいねピリピリしている人も多かったり、動いてる金額も大きいんで、自分でね理性をコントロールできなくなっちゃう人とかが多いんですね。なんでもし何かあった時のため、そういったね怖い人たちがいるんで、何が起こるかねわからないんですけど、最終的に人間死んだら終わりなんで、本当の意味でね最終的に頼りになる、用心棒っていうのがね必要になってきます。そして最後の4つ目の役割っていうのがそのメンバーたちをまとめるリーダー。これも文字通りですね。実際の役割としては人脈とかコネを使って、大きいゲームの場面を見つけてきたりとか、ゲームの最中とかに仲間に秘密の合図で、指示をね出したりとか、最終的なお金の管理とかもするんで、メンバーからねすごい信頼もいるし、非常にね重要な役割です。こんな感じで本物のプロのイカサマ師の人たちっていうのは今言ったね4つの役割で構成されてるんですけど、じゃあ次にそういった人たちってどこでそのカモをね見つけてるのかっていうと、一つはアメリカの南カリフォルニアとかによくあるんですけど、民間企業が運営しているプライベートギャンブリングコミュニティ、日本でいうと、一番近いのが麻雀クラブとかかな、で日本ではねもちろんそういった賭け事っていうのは違法なんですけど、そこはそういった一応賭博っていうのがね合法な地域にあるコミュニティで、もう一つは完全なプライベートゲーム、要は不定期に個人間でホテルの一室とかを借りて、そこでねそういったポーカーの大会とかを開催するっていうところで、まず一つ目のコミュニティに関しては普通のカジノみたいな感じで誰でも気軽に入れて、その運営側はただ場所とか、ドリンクとかねそのゲームに必要な道具とかを、そのプレイヤーの人たちに貸すだけで、そのゲーム自体はねそのプレイヤー同士でやってくださいみたいな感じのところで、カードを配ったりするディーラー役もプレイヤーが順番に回していくんで、イカサマ師たちにとってはねすごい好都合なんですね。しかもその運営側っていうのは場所を提供しているだけで、誰が勝っても負けてもね
その運営側は関係ないんで、比較的カジノとかに比べてねすごいセキュリティも甘いし、万が一イカサマとか不正がその店側にバレたとしても、その店側からしたらねそういったなるべくトラブルとかにも巻き込まれたくないし、ましてやここでイカサマがあったっていうのが公に知れてしまうと、その運営側のイメージ、客からのイメージもねすごく悪くなったりするんで、もし運営側がイカサマを発見しても、周りねあんまりバレないようにそのイカサマしてる人の後ろに行って、もう出ていてくださいみたいな感じの合図を送ったりして、穏便に済ますことが多いんですね。ただそういった場所ってどうしても集まってくる人たちが、いわゆる一般庶民なんで、どうしてもね掛け金が少ない。そこで出てくるのがもう一つの活動場所であるプライベートゲーム、ホテルの一室とかで行われているところですね。でさっきプロのイカサマ師はそれだけで食ってるというふうに言ったんですけど、中にはそういったセレブな人たちとただ知り合いになりたいだけで、そういったね高所得者向けのなんか保険の営業マンとか、高額なねなんかジュエリーの営業マンとかになる人もいて、そういった人たちはその立場を利用して、そのお客さん、いわゆる金持ちの人たちと仲良くなって、そういった人たちだけでやってる高額なお金をかける、プライベートゲームに呼んでもらうんですね。でもちろん毎回同じメンバーで同じ場所で、毎回勝ってたらねそのうちもちろん怪しまれるんで、基本的に大勝ちしたらもうそこではやらない、また違う町とか違う州に移って、またね新しいカモを探して日々そうやって国中を飛び回って、どんどんね新しいカモを見つけて、大金をね稼いでいってるんですね。ということで今日はねすごいざっくりなんですけど、本物のプロのイカサマ師が、どこでどんな感じで活動しているのかっていうことについて話しました。こんな感じでこれからももっと面白いギャンブリングとか、イカサマについての話とか、もっとね具体的なカードのテクニックについてとかもねどんどん発信していこうというふうに思うんで、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それではおやすみなさい。